アンニョンセヨ、プロビューティーカウンセラーのナインです。韓国からお届けしております。今回はとっても多かったお悩み、シミのなくし方についてお話しさせていただきたいと思います。原因や改善方法、とっておきのおすすめスキンケアまでご紹介するので、ぜひ最後までしっかりとチェックしてください。그럼 시작해볼게요。まずシミができる仕組みなんですけれども、その原因だったりとか仕組みが分かることでどのように改善したらいいかっていうのがはっきりと分かってくるかと思うので、この辺もしっかりと耳を立てて聞いといてくださいね。簡単に言うと、強い紫外線を浴びることで細胞からメラニン色素が生成されて、そのメラニン色素の蓄積によってシミができてしまうんですね。本来であればお肌の生まれ変わりとともに古い角質と一緒にこうやって剥がれ落ちて通常の肌に戻るんだけど、肌のターンオーバーが乱れることでそのメラニン色素が排出されず、肌にどんどんこうやって蓄積されてしまってシミとして残ってしまうっていうわけなんですね。さらには長時間肌にとどまることで徐々に酸化され黒に変化してしまうの。つまり目立ちやすくなったり、シミ、そばかす、乾パンといった原因になってしまうんです。それではですね、すでにできてしまったシミをどのようにケアをするか、今すぐやっていただきたい重要ポイントが3つあります。1、原因を作らない、つまりこれ以上シミを作らせない。2、目立たせない、今あるシミをこれ以上濃くさせない。3、ターンオーバーを整える。ターンオーバーを正常化し、シミを排出しやすくする。この3つですね。これはね、結構勘違いされる方も多いんだけど、シミを1回で薄くしたいからといってレーザーをしたとしても、普段正しいケアができていなければまた新たにシミができての繰り返しになってしまうのね。私も美容カウンセラーをやっていて、お客様といろいろお話をすると、昔レーザーやって一時的にシミが良くなったけどまた最近すごい出だした、そのようにおっしゃる方がすごく多かったのね。これはシミ治療に関わらず美容医療の力を借りてレーザーをやればお肌が綺麗になると思っている方がすごく多いんだけれども、これはね、大きな間違いなのね。もちろんレーザーで一時的に綺麗になったって感じるかもしれないんだけれども、普段のお肌のお手入れがしっかりとできていなければまた汚い肌へ逆戻りなの。つまり普段のスキンケア、基礎がとっても重要なんですね。ダイエットもそうじゃない？頑張って痩せた後に爆食したらボーンってリバウンドするよね。毎日のコツコツの積み重ね、苦渋に積み重ねることが美を維持する秘訣なんですね。なのでまずは正しいスキンケア方法から見直すようにしてみてください。じゃあまず1つ目、普段とっても重要なのが紫外線対策の徹底です。メラニンができる主な原因は紫外線にあります。こまめに UV ケアを行い 2,3 時間おきに塗り直すことが大切です。紫外線は窓ガラスを通して室内に入ってくるので、家の中でもしっかりと日焼け止めは塗るようにしてください。私は本当に紫外線対策を徹底しておりますので、このような感じでシミが一つもありません。もしかしたら見えないところに潜んでるかもしれないけど、目立つシミっていうのは全くありません。じゃあ私おすすめの日焼け止めはこちら、スキン1004マダガスカルセンテラエアーフィットサンクリームライト SPF30 PA4 プラスです。日焼け止めは散乱剤タイプと吸収剤タイプの2タイプがあります。紫外線散乱剤っていうのは紫外線を反射散乱させることで肌を守ってくれるのね。一方で吸収剤っていうのは紫外線をこうやって吸収して熱エネルギーや赤外線に変換するの。紫外線自体を別のエネルギーに変えて放出することで肌に浸透するのを防ぎ、日焼けを予防するっていうのが紫外線吸収剤ですね。ただ吸収剤の場合、敏感肌の方は刺激が強いって感じることがあります。これは吸収剤が紫外線のエネルギーを変換する際に生じるその熱エネルギーのせいですね。だから日焼け止めでヒリヒリするとか赤みが出る、痒くなる、そういった症状が出る方はこのような散乱剤タイプがおすすめです。基本的に吸収剤タイプの方が紫外線カット効果は高いものが多いんだけど、海とか行かない限り日常使いではこの散乱剤タイプの紫外線カット効果で十分。私もね、いろいろな日焼け止め使ってきたけど、吸収剤の方が伸びが良くって肌なじみがいいのよ。だけど最近なんかひりつくように
になってきちゃって、そこから散乱剤を選ぶようにしてる。本当に散乱剤使い始めて全然比率かない。ただ散乱剤っていうのは白浮きしやすいっていうデメリットがあるんだけど、これはね散乱剤ながら肌なじみが良くって白浮きを抑えられた UV なの。さらに散乱剤って結構ベタベタするものが多いんだけど、これはね肌への密着力が高くて重たくならないしベタつかない。さっぱりとしているんだけど潤い感も溢れた UV で、この使い心地が良くって最近よく使ってる。で、何が散乱剤タイプがよく分かりませんっていう方はノンケミカルって書いてあるものを選んでいただければ、そちらが散乱剤タイプになります。ただ散乱剤タイプは汗に弱いっていうデメリットもあるので、さっき私がお伝えした通りこまめな塗り直しっていうのがとっても重要ポイントになります。普段お家で使う分とかちょっと外お買い物行く分には全然余裕だよね。そんなドワーって滝汗かくわけでもないと思うし、全然日常使いでおすすめです。じゃあ2つ目、肌の摩擦。マスクでシミが増えたという方、まさにその原因は摩擦なんですね。過剰な摩擦によって肌を守るためにメラノサイトが活性化してメラニン色素が多く作られてしまい、結果シミができてしまうんです。なのでなるべくお肌に優しいマスクを選んでいただいたり、通気性のいいもの、顔の形に合ったマスク選びっていうのもとっても重要になるので、今一度見直してみてください。さらには過度なフェイシャルマッサージっていうのも良くないので、普段お顔すごい頑張ってマッサージしてますっていう人はね、あまりこすりすぎてないかなっていうのもちょっと見直してみてください。あとは洗顔するとき、泡をたくさん立てて泡でお顔を洗うような感じで、摩擦をとにかくしないように意識してお顔を洗ってみてください。あとはね、顔をタオルで拭くときゴシゴシは NG です。じゃあおすすめ洗顔はこちら、ピーカムアンダーポアフォームクレンザーです。もう最近こればっか私使ってる。これはしっかりと毛穴汚れを除去しつつ肌の潤いもしっかりと保ってくれるような洗顔になっているの。過度に油分を取ってしまうものっていうのはお肌にも良くないので、その肌の水分と油分のバランスをしっかり整えながら不要な汚れを取ってくれるような洗顔なのね。鎮静までできるし、これは洗い上がりが何と言ってもお顔がふわっとするの。ということで私が最近よく使っている洗顔です。じゃあ3つ目、ターンオーバーを整えること。冒頭でも言ったんですけど、ターンオーバーを正常化することでシミを排出しやすくするんですね。逆に言うと肌のターンオーバー機能が損なわれているとシミが排出しにくい状態っていうことなんです。さらには通常28日周期で新しいお肌に生まれ変わるけど、それが乱れると肌の角質ってどんどんこう厚くなっていくよね。で、その厚くなった角質の上からどんなにいい高い美容液を使っても、化粧水頑張って入れても角質が厚いから中に浸透しないわけですよ。つまり超もったいないわけ。古い不要な角質をしっかりと除去することで普段使うスキンケアの吸収も良くなるし、シミも排出されやすくなるんですね。はい、じゃあ何を使えばいいのっていうことで、おすすめはレチノールです。私のおすすめはこちら、バイオームアクティベートレチノール 0.5 アンプルです。レチノールもいろいろ使ってきたけど、これが一番コスパがいいから超おすすめ。レチノールっていうのはターンオーバーを促進する効果があるのね。さらにはレチノールっていうのはエイジングにもよくって、コラーゲンやヒアルロン酸生成をサポートするの。だから肌に張り感が出たりとか、肌がピンと張って小じわも目立ちにくくしてくれるんです。だからシミが気になり始めるお年頃に超ぴったりな成分なの。さらにレチノールは肌にシミができてしまう根本の原因である細胞分裂機能っていうのを活性化するのと、ターンオーバーを促進してシミを排出しやすくするから、シミにとっても効果的な成分なの。使い方の順番は化粧水の後。レチノールっていうのは紫外線だったりとか日光にとても弱いので、基本は夜に使用します。また朝塗らなかったとしても日中の UV ケアは徹底してください。じゃあ4つ目、保湿ですね。これはね、どの肌トラブルに対しても超重要と言えます。基礎中の基礎だけれども見逃しやすい部分だし、保湿私ちゃんとできてるって思っても正しい保湿の仕方ができていないこともとても多いので、その辺も一緒に見直してみてください。じゃあなんで保湿が重要なのか。それはね、バリア機能と関係してます。肌のバリア機能は紫外線、摩擦など外的刺激から肌を守ってくれる機能のことですね。じゃあこのバリア機能が低下してしまうと外的
的刺激から守れず、刺激を直に受けてしまうので、紫外線や摩擦の影響をもろに受けてしまうんです。つまりシミができやすい状態っていうことですよね。さらには年齢を重ねるにつれてバリア機能も低下しやすくなると言われています。じゃあ話は戻るんだけど、摩擦っていうのがバリア機能の低下にもつながるので、本当にね、摩擦って良くないのよ。で、バリア機能が低下することで水分を保持できず乾燥してしまうの。乾燥っていうのは良くないよね。とにかくバリア機能を高めるには保湿がとっても重要なんですね。バリア機能を高めるのに適した化粧水の選び方、おすすめはセラミドが入った化粧水を選ぶことです。私のおすすめはこちら、鳥森ワンダーセラミドもちトナーです。これ私本当に何リピっていうぐらいで昔紹介したことがあったんだけど、最近また韓国で久しぶりに買い直したの。久しぶりに使ったらやっぱ本当にこれめっちゃいいなって思った。大容量でバシャバシャ使えるし、乾燥肌にはマジでおすすめ。セラミドっていうのはバリア機能をしっかり働かせるための主役の成分なのね。バリア機能を高めて外的刺激で肌荒れしやすいお肌を整えてくれるような効果があるの。実はアトピーの方にもセラミドってとってもおすすめな成分で、アトピーの方もバリア機能が弱まることで乾燥するので、セラミドでしっかりお肌を強化することで潤いを保ってくれるの。じゃあもう一つシミでおすすめな化粧水がこちら、アリューグリーンビタミン C バランシングトナーです。お肌のターンオーバーを整えることが重要だよって言いましたよね。これは AHA、BHA、PHA フルーツ由来の角質除去成分で、マイルドに角質ケアもしつつカカトゥプラム成分といってオレンジの100倍レモンの70倍ものビタミン C を含有する成分が入っているの。ピュアビタミン C アスコルビン酸、さらにはグルタチオンまで入っているから、本当にシミとか美白にぴったりな化粧水なの。弱酸性だし健康なお肌に導いてくれるの。保湿力も高いし、これを使うとお肌にツヤが出てくれるのよ。だから保湿とシミケアを同時にしたいっていう方におすすめできる化粧水です。使い方はですね、洗顔後、もしすぐスキンケアできるようでしたら、あえてタオルは使わず軽く手でハンドプレスしながら水気を取ってください。その後化粧水をすぐ使ってください。お肌は濡れている状態の方が化粧水が浸透しやすくなると言われています。ただ化粧水すぐ塗れないっていう場合、長時間顔の水を拭き取らずにいるとかえって水分が蒸発して乾燥するので、その場合は優しくタオルとかティッシュで拭いてください。トナーは手に落としてから優しくハンドプレスします。パチパチ叩くのは NG です。摩擦になります。化粧水は 2,3 回ゆっくり浸透するまで時間をかけながらハンドプレスして重ねていきます。レイヤリングすることで肌の奥まで浸透して潤いで満たしてくれるので、必ずレイヤリングしてください。バリア機能を整えるには油分と水分のバランスを整えることもとても重要になります。おすすめのクリームはこちら、ピーカムカトクリームです。こちらは肌の油分と水分のバランスを整えて肌のバリア機能を強化してくれるの。さらには4週間で肌トーンやシミが改善されたっていう試験結果も出ているのね。じゃあ保湿クリームの効果的な塗り方を説明します。まず保湿クリームを手に取ったら手のひらで少し温めます。少し温めることで保湿クリームが柔らかくなってお肌に馴染みやすくなるんですね。そしたら私は頬、おでこ、顎、部位を分けてのせます。1箇所に固めてのせなければ OK です。そしたらクリームを肌のキメ、筋肉の流れに合わせて横方向に塗布してください。その方が肌にしっかりと浸透してくれます。あと何回も言うけど摩擦はしないようにグリグリ塗るのは NG です。乾燥が気になるところは部分的に重ね塗りをしてください。最後は優しくハンドプレスしたら終了です。軽く圧をかけることで保湿力が高まるんですね。はい、じゃあ皆様ここまでよく聞いていただいてありがとうございます。じゃあ5つ目、ビタミン C セラムを使う。シミケアにビタミン C セラムは欠かせません。ビタミン C はメラニン色素の生成を抑えてくれるんですね。即効性があるものではないけれども、毎日コツコツと継続して根気よく使い続けることで成果を期待することができます。さらにビタミン C はシミ以外にも毛穴だったりとかエイジングだったりとか肌には本当にいいことだらけなので、積極的にスキンケアには取り入れてってください。2つおすすめアイテムがあるんだけど、1つ目はレイメロビタフェロール23セラムです。こちらはピュアビタミン C が高含有だし効果もしっかりと得られて、さらには老化を遅らせる成分
抗酸化成分8種類を配合しているから、シミもケアしたいけどエイジングもしたいっていう方におすすめなビタミン C セラムです。あとは鎮静ケアまですることができます。もう一つはアリウルグリーンビタミン C トーニングアンプルです。こちらもピュアビタミン C 抗がん油。7日間でシミが118個から95個に23個減少したっていう臨床済みのアンプルなの。香りもシトラスの香りだからビタミン C の独特な香りが苦手っていう方はこちらがおすすめ。美白に効果的なグルタチオンも入っていて、さらにはシカも入っていて鎮静も叶うアンプルなの。ビタミン C セラムは不安定で保存に気を使わないといけない製品が多いんだけど、これはね特許技術成分で安定度が優れているから他のセラムみたいに異臭や変色の心配がないの。さらに冷蔵庫保管も不要。ただ開封後は2ヶ月以内の使用をおすすめします。保管方法に自信がない方とか、どうしてもビタミン C の香りが苦手なんだよなーっていう方はアリウルがおすすめ。これ前も言ったんだけど、エッセンス、セラム、アンプル、この違いって知ってる？どれも美容液に変わりはないんだけど、エッセンス、セラム、アンプル、この順で濃度が高くなるのね。セラムの方がもうちょっと肌なじみやいい感じがあると思う。アンプルの方がもうちょっととろみがある。肌にのせた時はアリウルの方が肌にツヤ感が出る感じっていうのがあります。で、さっきレチノールをおすすめしたんだけど、レチノールとビタミン C 両方使う場合、ビタミン C とレチノール併用していただいても大丈夫です。ただその場合にはまずビタミン C から使っていただいて、その後にレチノールを使うようにしてください。化粧水、ビタミン C、レチノール、クリームっていう順番で使うようにしてください。ただこの併用はちょっと刺激を感じる方ももしかしたらいるかもしれないので、ちょっと肌状態に合わせて様子見ながら使い始めていってください。はい、ということでですね、今回はシミケアについて超濃厚なお話内容だったかなって思います。最後まで聞いていただいた方本当にありがとうございます。ただ今回私が説明させていただいたこの方法をしっかりと正しい方法で実践していただければ、最初にも言ったけれども美肌を手に入れるためには毎日コツコツの積み重ねなんですよね。10にっていつも言うけれども、美は1日にしてならずなんです。レーザーでシミ取りするっていうのももちろんねいいことではあるんですけれども、まずは普段のスキンケアお手入れから見直してみるようにしてみてください。コツコツ毎日頑張れば必ず綺麗なお肌っていうのは手に入るはずです。ということで今回の動画お役に立ったでしょうか？皆さんのお肌のお悩み大募集中なので、ぜひお悩みがある方はコメントにお気軽に残してください。今回ご紹介した商品は全て概要欄に載せておきます。皆さん結構9点とかで買ってくださる方多いんですけれども、厚かましいお願いではあるんですが、もし9点で購入してナインさんのおすすめで買いましたって言っていただけたら、ちょっと名前をね広めていただけたらすごく嬉しいです。ほんと感謝です。いつも応援ありがとうございます。今年中に3万人を目標としています。ぜひチャンネル登録と高評価ボタン、インスタもやっているのでフォローお願いします。그럼 우린 다음에 만나요.